らっしゃい。ミク、今日も一緒に練習してくれるんだよね。よろしく。あいつなら飼育員があるとかで少し遅れてくる。そう。あ、そうだミク、例のステイゴールドだけどバッチリリベンジしてきたよ。見せてあげたかったな、小羽の活躍。本当にすごかったんだよ。見とれて思わず自分のパート忘れちゃいそうになるくらい。アキト、どうかしたのか？いや、なんでもね。小羽もきっと今回のことで結構自信持ってくれたと思うんだよね。私も相棒としてちゃんと支えてあげられたかな。でも私がもっとしっかりしてたらもっと早く気づかせてあげられたのかな。でもどういうこと？私たちを通じて知ったものが小羽の基準。そう。そうだったんだ。そういや、あいつの基準がちょっとおかしいって感じることこれまでもあったな。本当？ああ、いい例が練習メニューだな。今のあずさわの練習メニューは俺たちで作ったものだが、内容こそ基礎練習を多くしているが、本来あの量は初心者がこなせる量じゃない。まあね、けどさ、メニュー作る前から小羽は自分であれこれやってたじゃん。あいつがやりたいって言ったから様子見ながらやらせてみてたわけだが、そもそもあいつ今やってる練習量が初心者の量じゃねえって知らねえんじゃねえの？そんなまさか。そのまさかだ。むしろ自分は少ない方と思っている可能性もある。実際あずさわよりも多い量をアキトや俺がこなしているところを見ているからな。つまりミクの言う通りならそこが小羽にとっての基準になっちゃってるってこと？そうだね。小羽どんどん上手くなるし、あの量でも全然へっちゃらそうだったから気にしてなかったけど、そっか、あれが普通の量だって思ってやってたんだ。まあそれ考えるとあいつもむちゃくちゃだな。そうだな。それって言ってあげた方がいいのかな？そっか、そういうところも小羽が自分で気づけた方がいいんだね、きっと。あのさ、だからそれは経験を積むとか度胸をつけるとかじゃなくてか？でも小羽自身の目。なるほど。確かにそうかも。そういえば
その人のことみんなに聞いてみるって言って全然聞いてなかったな。にしてもあいつ遅くねえか？言われてみればそうかも。ちょっと連絡して。あ、ごめん、小羽からメッセージ来てた。急いでるけどあともうちょっとかかっちゃうだって。だから先に始めててって。ではそうするか。小羽にも慌てなくていいよって伝えておくね。